皆さんこんにちは、とこママ情報局です。今日は神奈川県横浜市金沢区というところにやってまいりました。金沢区といえば八景島シーパラダイスがある、海から近いそんなエリアなんですね。八景島シーパラダイスはね、私も家族で以前よく遊びに来たことがあるそんなところなんですけれども、その金沢区に鎮座している今日は富岡八幡宮という神社を参拝したいと思います。で、この富岡八幡宮はそのお名前の通り八幡様が祀られているんですけれども、実は、その八幡様が祀られる以前は、創建当時恵比寿様が祀られていた神社なんですね。今ももちろんその恵比寿様も祀られてはいるんですけれども、その恵比寿様が広子の命であるという、そういったご祭神をお祭りしている、八幡宮なんですね。広子の命といえば、日本神話に詳しい方でしたら、よくご存知の謎のベールに包まれたイザナギとイザナミの命の第一子の神様ですよね。その広子の命が恵比寿様であるということで、そのあたりに非常に興味を持ちまして、以前からお参りしたいと思っていた神社です。今日はですね、今からその富岡八幡宮を参拝させていただきたいと思います。広々とした結構大きい公園がありまして、その公園の中を通りまして、こちらですね、はい、赤い鳥居がありました。木陰もあって、ちょっと涼しい。鳥居のところにね、結構年代物の狛犬様がいらっしゃいますね。そして秋季大祭が9月の28日、もうすぐですね、開催されるみたいです。それではこちらから進んでまいります。失礼いたします。結構な階段がありますね、目の前に。そしてここにはですね、看板がありまして、富岡八幡宮の車窓林の案内がありますね。緑がね、すごく豊かに茂っていて、こちら、タブの林が生育しているということですね。あと黒松、すだじ林、常緑紅葉樹林の一つのタイプとして、この車窓林は大変重要だとされているみたいですね。横浜市の指定天然記念物となっています。いいですね。自然の緑が残されている地域なんですね。それでは階段、階段を登ってまいりましたら、正面に御社殿も見えてきました。狛犬様がね、どれもとても古い感じですね。年代はちょっと見つけられませんが、刻まれているのが消えてしまったのかな。多分ね、どこかには刻まれていたと思うんですが、さてこちらが出水社です。現在ですね、手水社はこちらではなくて、社務所横の手水をお使いくださいという案内が書かれていますね。御社殿は社務所はね、御社殿の奥の方にあるみたいです。こちらとってもなんか素敵な石の灯籠と、とっても形のいい木が植えられていて、しめ縄が張られていますね。ご神木として祀られているんでしょうか。
まず手水のある社務所の方に向かいます。こちらにも石の灯籠がありますね。こちらです。はい、今ですね、社務所の方にご挨拶させていただきました。はい、こちらが手水車になっていますね。自動で水が出てきます。では、御社殿の方に正面にまた戻りまして、参拝をさせていただきます。富岡八幡宮はおよそ800年前、建久2年、源頼朝公が統治鎮護のため摂津西宮の恵比寿様をお祭りしたのが始まり、後安定元年には八幡大神を合わせ祭り、社名も八幡宮と改めました。八幡宮の山が王朝の大津波から部落を守ったことから波除八幡とも呼ばれ、広く江戸方面からも信仰を集め、深川富岡八幡宮へご分霊されたことは有名です。以前深川の富岡八幡宮を参拝させていただきましたが、こちらからご分霊されたのですね。奥に見えている赤い建物が御本殿、桃山時代の建築です。平成14年の改修御造営の際、大井殿を復興し、荷塗りの本殿にこけら葺きの屋根という当時の姿に復元されました。ご由緒でもお話しした通り、最初に祀られたのは恵比寿様でした。恵比寿様は七福神の中で唯一日本の神様とされています。このように鯛と釣り竿を持ち、柔和な表情が印象的な神様ですね。海上安全、豊漁など海の守り神、また商売繁盛、開運承福の神として親しまれている福の神です。そしてこの富岡八幡宮のご祭神には、この恵比寿様のことを昼子の命と表記されています。昼子の命とは、日本神話の中でイザナギの命、イザナミの命の最初の子として生まれたのですが、不完全な状態で生まれたため、足舟に乗せられて海に流されたと伝えられています。それ以降、神話の中に昼子の命は一切登場しません。それだけに謎のベールに包まれています。今回そのことについて富岡八幡宮の宮司様にお聞きしたところ、昼子の命は芦の船で流された後、西宮に流れ着き、西宮でお祭りされました。それが西宮神社。後に同じく海からやってきた福の神恵比寿様の信仰と結びつき、昼子の命は恵比寿様と一体化したと伝えられているとのことでした。日本の神様に詳しい方ならとっくにご存知のことかとは思いますが、昼子の命が恵比寿様だなんて、私は結構びっくりしました。もちろんこれは一つの説であり、神話の話であることを踏まえて考えることだとは思いますが、西宮神社や富岡八幡宮の正式なご由緒であることは間違いありません。また恵比寿様は昼子とも恵比寿とも読めますよね。芦の船で流された昼子の命が西宮に流れ着き、恵比寿様信仰と結びつき、今や誰でも知っている福の神になったなんて、どこかロマンを感じてしまいます。まだまだ謎に包まれている日本神話ですが、さまざまな神社を参拝していると驚くような歴史がさらっと当たり前のように紹介されていることが多く、代々伝わる伝承の中にこそ歴史の謎を紐解くヒントがあるのだと知らされます。浜の恵比寿様と呼ばれ親しまれている富岡八幡宮。境内には恵比寿様の像も置かれており、八幡宮ではありますが、恵比寿信仰が根付いていることがうかがえます。
またこの富岡八幡宮は鎌倉からはちょうど鬼門の方角にあたる海に面した小山に祀られていて、社も鬼門を向いており、鎌倉幕府の厄災防除の神としても祀られた神社。このご由緒にちなみ鬼門の払いを授与されていて、お家の玄関や職場の気になる方向に貼ってお祭りすることで大きな厄除けのご利益があるとされています。今回宮司様のお計らいにより社務所にも入れていただき、富岡八幡宮の歴史などいろいろお伺いすることができました。こちらは社務所に飾られていた明治時代頃の富岡八幡宮周辺の様子。この辺りは船着き場や海水浴場もある景勝地でした。富士山も見えたんですね。後に埋め立てなどで海岸線は遠くなりましたが、富岡八幡宮に伝わる海での祭りのために、近くにはこのように船だまりという入り江が残されました。毎年7月に行われる祇園船神事、800年以上継承されている特殊神事で、横浜市無形文化財の第1号に指定されている横浜を代表する夏の行事です。青茅で作った70センチ ×50 センチほどの楕円形の茅の輪を船に仕立て、お供え物としてしとぎといわれる大麦の粉で作った団子を供え、罪汚れを託して沖合遠くに流しあるもので、心身ともにすがすがしく腹へ清めて暑い夏を迎える昔ながらの行事です。伝統的なこのような神事はこれからも受け継いでいってほしいですね。社務所でひときわ目を引いたのが恵比寿だるま。お腹に恵比寿様が描かれ、とても縁起の良いだるまです。商売繁盛のご利益がありそうですよね。最後に御朱印を授かりました。夏色の装束で神楽を舞う姿の恵比寿様が描かれた夏詣の御朱印です。はさみ紙も海という感じでとっても可愛いです。長い年月が流れ、周辺の環境が変わっても、境内には変わらず爽やかな潮風が吹き抜けています。はい、富岡八幡宮いかがでしたでしょうか。今日は宮司様にお忙しい中、いろいろお話お伺いすることができました。富岡八幡宮のね、歴史ですとか、あと祀られている御祭神の蛭子の命について、やはり、恵比寿様と同一だったんだなということなどね、すごく興味深いお話でしたね。日本神話をね、いろいろ見ておりますと、謎に包まれている蛭子の命ですけれども、いろいろな神社を、お参りしてお伺いしている中で、少しずつね謎が解けていくような、そういった部分もありますね。もっともっとね、いろいろな神社を参拝して、日本神話のことについてもこれからますます勉強していきたいなと思いました。今はね、八幡様がね、メインで祀られている神社ですので、勝負運アップにもなりますし、あとね、その恵比寿様のご神徳である、商売繁盛にもつながる、そんなねお願いができる富岡八幡宮、ぜひ皆様も機会がありましたら参拝に行かれてみてください。富岡八幡宮から車で5分ほど。車は近くのコインパーキングに停めて、住宅街をしばらく歩いて結構奥まったところ、階段を上った先にあるのがこちら。一見普通のお宅に見えますが、古民家カフェ千鳥さんです。これはなかなか見つけられない隠れ家のような佇まいです。店内は靴を脱いでお邪魔するお座敷空間。古民家の雰囲気たっぷりでとっても素敵です。海と千鳥がテーマのカフェで、店内には海っぽいモチーフがあちこちに飾られています。
メニューは結構豊富でドリンクも充実しています。伺った時はまだかき氷がありました。スペシャルドリンクはこんなにカラフル。ゼリー入りソーダに9色のクリームソーダ、とっても綺麗。これは映えますね。ケーキやパフェもどれもブルーが爽やかで美味しそう。迷いに迷いましたが、いろんな味を楽しめそうなパフェをいただくことにしました。ドリンクはバタフライピーラテ。どちらもブルーと水色で爽やかな海のイメージにぴったりです。いやー、こんな色のパフェとラテなんて他にないですよね。ではパフェからいただきます。ブルーのアイスクリームに赤いイチゴ。食べるのがもったいない。水色のアイスクリームはとても爽やかなシトラスシャーベット。一口目から美味しすぎます。偶然この日は私の着物も水色で、まさにこのパフェを食べるために着てきたようなものです。いやー、爽やかで本当に美味しい。全体的にレモンの香りがとてもさっぱりとしていて、すっきりとフルーティー。さあ、そしてミルクフォームがふわっふわのバタフライピーラテ。こんな綺麗な飲み物他にないですね。先にふわふわのフォームをスプーンですくっていただきます。かわいい千鳥のカードも添えられています。しばらくふわふわを楽しんだ後は、ようやく本体のラテへ。この日はあったかいラテを選びましたが、アイスもあります。ほんのり甘くて優しいお味のラテ。こんな色なのに癖がなくとっても美味しかった。居心地もとっても良くて、とっておきの古民家カフェ見つけちゃったという感じで、あまりにも素敵なひとときを過ごすことができました。ごちそうさまでした。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。